今回の動画も自律神経失調症、うつ、不安症、パニック障害、PTSD など病院では薬でしか対応してもらえず、なかなか症状が改善されない方、そういった方に見ていただきたい内容になっております。ぜひ最後までご覧いただき、お役立ていただければ嬉しく思います。そして本日お話しする内容は、自律神経の新常識とでも言うべきものになっております。はい、こんにちは。心と体のお悩みを解決する専門家、野村明夫です。従来自律神経はアクセルの交感神経とブレーキの副交感神経、この2つがシーソーのように働いて、意思とは関係なく私たちの生命を維持するシステム、神経系であるという考えで、私もこれまでの動画で何回か説明しております。ですからこれらはすでにご存知の方も多いと思います。これはこれでとても素晴らしい知識で、心身の健康を保つというとても重要な役目をしています。ただこの考え方だけでは自律神経失調症やうつ、不安症、パニック障害、PTSD などこれらを説明するには不十分な部分もあります。ですから本日はさらに一歩進めて、自律神経を3つの階層に分ける考え方、自律神経の3段階理論とも言うべきポリベーカル理論という考え方を説明します。これはまだ YouTube では誰も言ってない内容になると思います。ポリベーカル理論、日本語に直すと多重瞑想神経論と言います。これは神経生理学者のステファン・ポージス氏が提唱した理論になります。ちょっとこれを聞いただけでは難しく聞こえるかもしれませんが、今までは2つのシーソーの考え方の自律神経を3つに分けて、それを階層で考えるというだけです。この知識を得ることで自律神経とうまく付き合うことができ、自分の内部、つまり心と体とうまく付き合えるようになることができ、さらに自分の外側ですね、他者、つまり人間関係も適度にうまくいくようになり、そしてトータルでまあまあいい状態、それを保つようになることができます。しかも自律神経失調症やうつ、不安症、パニック障害、PTSD などこれらの最も多い原因の一つ、精神的ストレスの向き合い方がうまくなり、楽しく幸せな毎日を送れるようになっていただけるのではないかと思います。ではこのポリベーカル理論なんですけども、これを一言で表現すると、ストレスを受けた時、私たちの体はどう反応するのか、そしてその反応の仕方をストレスの大きさで3段階分けたという考え方です。人は生きていく上では、この世の中ではストレスだらけです。そしてこのストレスを人の脳は生命の危機と捉えます。ですからストレスがかかると自律神経はそれに抵抗するため、心身に様々な反応が現れます。その一つが感情です。代表的な感情は怒りと悲しみになりますが、これらの感情、特に怒りは自分や自分の大切な存在を守るために湧き上がってくるものだとされています。そして本来感情が湧き上がると、その感情を表現、解放しなければなりません。しかし腹が立つことがあり、感情が湧き上がってきたとしても、この人間社会ではそうそう怒りを表現したりすることはできず、我慢することになります。そして我慢することで筋肉は緊張します。実はこの感情を我慢することこそが自律神経失調症やその他の疾患の原因と言ってもいいと思います。こう聞くとストレスが悪であるというような考えが出てくると思うんですけども、実はその考えはあまりうまくありません。なぜならストレスを感じない人は命の危険があるからです。例えばお腹が空くということを一つとっても、これはストレスです。それをそのままにしておくと栄養が不足して危険だと知らせる役目をしています。それに対処するために食事をするという行為を行い、生命の危機を回避します。このようにストレスを感じることは絶対必要なものであり、あなた自身を守っているものでもあります。また適度なストレスは心も体も、そして自律神経も鍛えて強くしてくれます。ではポリベーカル理論の3段階理論とはどういったものなのか、これの説明に入ります。
従来自律神経は交感神経と副交感神経の2つに分けられ交互に働くものとされていますが、さらにこの副交感神経を2つに分けるという考え方です。この2つに分けた副交感神経を腹側瞑想、背側瞑想と言います。従来副交感神経として1つにまとめられていましたが、これらは解剖学上、つまり人間の構造上、この脳幹の異なる部分からスタートし、その神経繊維の種類も有髄と無髄の2つに分かれます。ちょっと専門的になりましたが、ここでは副交感神経は2種類あるよとだけ覚えてください。ではストレスの強さにより体はどう反応していくのか、ここからが本題になります。自律神経失調症、うつ、不安症、パニック障害、PTSD など、これらでお悩みのあなたの体が今どういう状態でどうなっているのか、そしてどういう対策、どういう対応をすればいいのか、どういう治療法を導入すればいいのかという判断ができるようになると思います。それではまずストレスなんですけども、私を例にしますと、私に大きなストレスがかかったとします。例えばこれぐらいの大きなストレスがかかったとします。そうするとこの領域ですね、交感神経領域が使われます。でその時は戦うか逃げるかという戦略を取ります。例えば私がコンビニの店員だったとします。レジで立っているとしますね。そうするとですね、コンビニに強盗が入ったとします。で包丁を突きつけられて金を出せって言われたと、ちょうどこれぐらいのストレスだと思うんですけども、それは私にとって大きなストレスになるんですけども、その時ですね、私が空手の達人なら戦うという戦略を取るかもしれませんし、恐怖に怯えて逃げるという戦略を取るかもしれません。その時はこの交感神経を使って対応しているということになります。でストレスが小さい時ですね、例えばこれぐらいのストレス、その時は先ほどお話しした腹側瞑想という神経を使います。でここがですね、良好な人間関係を作るという戦略を使います。例えば先ほどのコンビニの、私がコンビニの店員の話に戻しますと、普通レジに立っているとですね、いろんなお客さんが来ると思うんですけども、そのお客さんの中で例えばこわもてのちょっと体の大きなプロレスラーみたいな人が来たら、ちょっと怖いみたいな感じになったとします。それは私にとって小さなストレスになるんですけども、その時ですね、レジの担当したとするとですね、愛想よく笑顔で対応するという戦略ですね。そうすることでこの小さなストレスを乗り越えるという戦略。さらにですね、これはものすごい大きなストレス、ドーンと大きなストレス、例えば大きな災害が起きたらですね、交通事故とか突然その大切な人が亡くなったっていうショックを受けた時っていうのは、この大変大きなストレスがかかると思うんですけども、その時は先ほどお話した背側瞑想という神経を使います。でこれはどういう戦略を出るかというとですね、フリーズ、凍りつくみたいな感じですね。凍りつくとも言われています。でこのようにですね、そのストレスの大きさに合わせて体の中の神経経路、自律神経のどこを使うかというふうに分かれています。もう一度お話しますとですね、ストレスが大きな時、交感神経を使って戦うか逃げるかという戦略に出ます。で少ないストレスですね、ストレスが小さい場合、そういう時は腹側瞑想を使って良好な関係を作るという戦略に出ます。でもう大きなストレスですね、もう耐えきれないほどのストレスに遭うとですね、フリーズ、凍りつくというような状態になります。その時に背側瞑想という神経が使われます。これがポリベーカル理論をざっくり説明したお話になります。交感神経と副交感神経の話をしますと、こことここは実は副交感神経なんですね。で従来ですとこことここので考えていたわけです。ただストレスが、大きなストレスがかかった時ですね、このフリーズ、凍りつくという状態に陥るというのがプラスされていると思っていただければいいと思います。ですので大きなストレスかかると、テレビとか映画とかでよく見られますけど、大きなストレスがかかった時なんかは気を失ったり失神したり、あと体が動かなくなったりですね、そういったことが起こるのはこの領域を使っているんですね。そして凍りつくというのはどういう戦略をとっているかと言いますと、過ぎ去るまで待つという戦略なんですね。その大きなストレスが過ぎ去るまで待つという戦略をとっているんです。つ
続いて体のエネルギー代謝のお話をします。体にあるエネルギーをどれぐらい使っているかですね、どれぐらい代謝が進んでいるかという話に移りますと、交感神経の時っていうのはこれ非常に大きなエネルギーを使っています。戦うか逃げるかなんで、もう戦う時もしくは全力疾走で逃げるみたいな時はもう大きな、エネルギーが必要なんですね。でこの腹側瞑想の時っていうのはリラックス状態なので、あと修復の状態なので少なめに使われます。でこの背側瞑想の時っていうのはもう極小です。もうほぼほぼ使わないみたいな感じですので、効率とかフリーズというふうに表現します。で重度のうつの方っていうのはこの領域にストレスが大きすぎてこの領域を固定されているような感じです。中程度から重度のうつですね。ですのでもう体動けないということは体力を温存しようとしているわけなんですね。ストレスがかかりすぎて。で自律神経というのはこの各領域ですね、この場所によってその対応する感情というのがあります。先ほど感情を抑え込むことで自律神経が乱れますよという話をしたと思うんですけども、ストレスがかかることで感情が出ます。で感情が出るっていう時はその感情が出ることによってどの自律神経を使っているかという話につながっていくんですけども、交感神経の対応している感情というのはこの怒りとか恐怖ですね、あとイライラ、歓喜とかやる気、このアクティブな方の感情に対応します。これがセットだと思っていただければいいと思います。そしてこの腹側瞑想の場合ですねは悲しみや寂しさ、安心とか落ち着き、こういったものの感情に対応しているというふうに理解してください。例えば大きなストレスがかかります。すると感情が湧き上がってきます。その時の感情が怒りとか恐怖ですねと、この交感神経が働いて戦うか逃げるかという戦略を取ります。ですのでストレスがかかって腹が立つことがあって、この感情を抑えるということをばかりしているとここの領域がなかなか働かなくなります。そうするとさまざまな症状が現れる。このバランスが自律神経のバランスが崩れて症状が現れる。じゃあこれ対応どうしたらいいのかですね、これを聞いてどう対応していけばいいのかという話に移ります。まずはじめにですね、自分がどの領域でどういう状態なのかですね、もう常にイライラしているとか怒っているとかという場合なんかをでしたら、この領域に自分はいるんだなというふうに理解していただきます。そうするその状態というのは常にイライラしたり腹が立ったりっていう状態っていうのはこの領域なんですけども、それはここの感情を出してないからですね、表現してないからなんですね。ですから自分はここだなって思ったらその感情を表現するようにしていただければいいんですけども、ただやたらめったら怒ったりですね、怒りを表現するっていうのは難しいと思います、この現代社会で。じゃあどうするかっていうと、基本はね、この怒りを表現するっていうのは声と筋肉運動ですね。一番いいのはね、これできるかできないかは難しいんですけども、昔の青春映画であったように砂浜をですね大声を出して走る、全力疾走する。そうするとですね、この怒りとかですね恐怖っていうのは表現されるというふうに言われています。で反対にですね、この不安に陥りやすいとか安らぎを得られないんですね、リラックスできない方っていうのはこの悲しいという感情を表現できていないんですね。ですので今自分はここですね、不安な状態、不安な気持ちをよく感じるとか安らぎを得られないとかなんかリラックスできないっていう方は悲しみを表現していない可能性が非常に高いですので、そういう方は涙を流していただくのが一番いいんですね。以前号泣セラピーという動画を上げたんですけども、それも参考にしていただいてですね、もう思いっきり泣くっていうのが一番いいんです。ですからその感動する物語を読んだりですね、映画とかドラマを見て、そういうものを見てもう思いっきり泣いて涙を流すというのをしていただければいいと思います。はい、本日の話まとめますと、ストレスというのは生命の危機だと体は反応している、脳は判断している。で2つ目はこのストレスがかかると感情が湧いてきますよという話です。そしてこの感情と自律神経はセットですよという話もしました。そしてストレスの大きさでですね、自律神経が対応する
場所が変わりますよ。でその3段階というのは腹側瞑想と交感神経と背側瞑想の3つがあるというお話をしました。対応方法なんです。各神経の領域の対応方法なんですけども、戦略ですね。小さなストレスに対しては良好な関係を作るという戦略を取る。そして大きなストレスがかかった時は戦うか逃げるかという戦略を取る。そしてもうすごい大きな、もう耐えきれないようなストレスがかかるとフリーズ、凍りつくという対応をして、そのストレスが過ぎ去るのを待つという戦略をするというお話をしました。このようにですね、上に行けば行くほどストレスは大きくなります。そして神経の緊張度は増します。つまり上に行けば行くほど生命の危機にさらされているというふうに判断ができます。そしてこれらのどこが働いていてどこが使われているのかということに気づいていただくことで、生きていくことにさらに余裕が出てくると思います。そしてそうなると自分の神経との付き合い方がうまくなり、神経や体に負荷をかけすぎる前に程よく休むこともできますし、休息を貯金することで余分なエネルギーが使われることもなくなり、ましてや枯渇したり疲弊したりすることも少なくなると思います。こうなれば自律神経失調症やうつなどの精神疾患だけでなく、生活習慣病なども予防でき、体が無理することもなくなりますので、免疫力の低下やホルモンバランスの崩れなど未然に防ぐことも可能ですし、さらに健康寿命を伸ばすことにもつながると思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。またこの動画が役に立ったと思っていただければ高評価ボタンを押していただくと励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。このポリベイカル理論っていうのは自律神経関係を語るからも今後必ず出てくると思いますので、これをもとにいろいろお話ししてくると思います。ですので今日覚えていただかなくてもですね、これ復習で何度も使いますので、はい、今までは交感神経と副交感神経だけだったのがこの3段階に分かれて、このストレスの大きさによってですね3段階に分かれてるんだなというふうに理解していただければいいと思います。そしてその状態ですね、今ストレスがどれぐらい自分に体にかかっているのかっていうのは、その状態、体の状態、どういう状態になっているのかですね、で、見極めることができると